にちは。大学の翔平です。今回はまずサッシを入れてね、そしてこの室内の造作をやっていきます。基本もね、床を張って天井を張って壁ですね。壁といってもね、やはり薬文をつけなダメだ。まずこのサッシの入れ替えですね。解体屋さんがね、いろいろ外も解体するって言ってたんですけど、なかなか間に合わないんでね、サッシ入れなくて壁はできないんですよね。ですから今までしたことなかったんですけど、出窓を残したまんま一回り小さいサッシをつけていきたいなと思います。考えてみたらできないことはないんですよね。昔の木の出窓ですから柱の外に振ってあります。そこそこいっぱいのサッシでもつけることができるんですよね。マンサも既存のカモイを使って思ったより簡単にサッシがはめることできましたね。これはいいアイデアやったと思いますね。サッシを新しくする、本当にこれいいですよ。自分とこサッシ入れ替えてよく分かったんですけどね、サッシをなくしてね、全部壁断熱材入れたぐらい今のサッシって断熱が効くんですよね。まずこの古いサッシってね、サッシの戸がガラスが閉まっとりながら風がなんか入ってくるやね。特にこの出窓になってますと、この横の隙間がありますしね、この入ってくる隙間風でね、カーテンが揺れるぐらいですからね、それがピシャッと気密性が良くなる。そしてこのペアガラスでね、熱も遮断してくれますしね、もう本当にこの今のサッシはね、値打ちありますね。今度はね、キッチンの出窓を新しいサッシに仕替えていきます。昔はね、キッチン前必ずって言っていいほど出窓でね、大きな窓を取ってありましたね。かえって窓を小さくしてね、壁面作って、その方が炊事場の収まりが良くなりますね。基本サッシの入れ替えってサッシを大きくするってことはほぼないですね。大きいところから小さくしていく、その方がリフォームもしやすいっていうのもあるんですけど、大体は一回り小さくします。そこに3弱壁できますから、ここをしっかりと断熱材を入れておきます。これでね、外前の解体を待つってことはなくなりましたね。これで新しいサッシが入ったんでね、今度は壁の下地をやっていきます。壁の下地言ってもね、新築ならバーッといっぺんにいけますけどね、リフォームの場合はもう本当にレーダー据えて一面一面しかいけないんですよね。一面まっすぐして、またその横の壁を一面まっすぐしていく。そして下地の前に順番としたら窓枠の材をつけるんですけど、正直ね、柱が出てたり動物がなかなか決まらないんですよね、出入りが。ですから先動物を打ってね、下地ができた状態で窓枠寸法を拾うようにします。本当に柱が曲がっててね、予想以上に曲がって出てる場合はこうやってもう削るしかないんですよね。これもレーダー据える時に5ミリでも6ミリでも手前にすればよかったんですけどね、ちょっとしたミス出ますとこういう風に柱を削らなダメ。こういう仕事は良くないですね。結果的に綺麗に仕上がりますけどね、いらん仕事、あっちこっちこうレーダー飛ばしてね、本当にこの出入りを初めに確認した上で下地の隅を打っていかないとこういうことになりますね。それでは窓枠をつけていきます。
新築でしたらね、もう窓枠が一番先にして下地なんですけど、やはり下地から窓枠寸法を拾ってるんでね、どうしても下地に窓枠をはめ込んでいくようになります。後の方がちょっとしにくいんですけどね。窓枠はこれ木材の杉の木でしてるんですけども、こういう場合はね、この木材っていいんですよね。正直サッシとこの下地とにネジができた場合ですよね。サッシも水平と直角は見てあるんですけどね、前後は正直見てないんですよね。やっぱしこの何ミリかはネジができるんですよね。窓枠の幅に寸法差が出てしまう。そういう場合ですと木材はね、表を削らずに裏を削って、そして対応することができます。その代わりそういう逃げをする仕事の場合はアングル着離ができないんですけどね。今度は正面に一間の押し入れが2つつきます。押し入れの枠一つ一つ別々の枠を作っていきます。最初はこれ建具つけないかもしれないんですけどね、建具が立つように溝はついて枠を組んでいきます。この場合もね、下地を先にしてね、下地の内乗りに目いっぱいの寸法ではめていきます。新築の最初につけるのとつけ方が一緒っちゅうわけにはいかないんですよね。ですからいろいろ工夫してね、つける枠自体に下地をつけて、その下地を止めるとか、それなりにね、その現場その現場でこの工夫してね、とにかく枠がまっすぐきちっと収まればいいんですからね。枠材が入ったんでね、今度はボードを貼っていくんですけども、その前に幅木を取り付けていきます。これはもう後打ちの幅木じゃなくて先行型の幅木ですね。着ってあるだけで、もうそれをこの床材に直接上からビスで揉みます。ビス止めすることでもう全体にこの乾いてきても、この幅木と床だけは荒れてこない、そういういいとこがありますよね。壁のボードを貼ってきます。このビス打ちはね、いいのに変わったんですけどね、ボード切りがね調子悪くなってね、ベルトが滑るよね。ベルトが滑ってこのうまく切れないんでね、これをちょっと新しくしようかななんて思ってるんですけど、このボードの貼り方もね、窓の角で継ぎ手を作らない、できるだけ角は一枚もんでいく。やっぱりそれを心がけると壁のクラックもほぼ起きませんね。リフォームでね、壁ボード張りが一番綺麗になったように思いますよね。っていうのは、この古い壁が一気に見えなくなって一気に新しい壁ができる、気持ちのいいもんですよね。切さんもこれが一番できたなできたな喜んでくれますよね。これでこのサッシ交換してね、窓枠入れて
ボードまで貼れました。順番に一部屋一部屋仕上げていきたいと思います。以上、ガイドシャイでした。